今日はね、日曜日なので、またね、若干ハイキングに行こうかなと思ってます。特にね、マウントクーサっていうところまで行ったと思うんですけど、そこもう一回ちょっとね、行ってみようかなと思ってます。でね、初めはね、最初また水をスーパーに買いに行きます。顔のね、日焼けがすごいですね。なんで、ここ工事中のビルなんですけど、全然うるさくないじゃないですか。平日だと工事ずっとやっててめちゃめちゃうるさいんですよ。でね、私この建物のすぐ向かいなんで住んでるのがもうずっとうるさいみたいな。日曜日ね、すごい静かでいいですね。今日も1個80円の水を2本買います。バス停に向かってます。昔ながらのなんですか、店、帽子屋さんだ。バス停ここなんですよ。ショートバス行っちゃいまして、あと30分次の待ちますね。なんかふと見たらダイソーがあったので行ってみます。地下にある。ダイソーってもう1店舗ね、すぐ近くにあるんですけど、こっちはどうなんですかね。ちょっと楽しみですね。日本のダイソーっぽいサイズ感ですね。1個で330円。日本にはなさそうなものがありますね。電池とか売ってますね。ダイソーってね、あんまりこう来た時に買うものを思い出せないんだよね。何買ったらいいの。これね、置いてあるものはまあ基本ダイソーなんですけど、なんかね、やっぱないものはないですね。でさらに言うと、このなんていうんですかね、全部100円じゃない。これハンガーとか、まあ日本だと 100% で、まあでもダイソーなんて100円じゃないですか。これ330円ですからね。考えちゃうんですよね。コアラのマーチとかありますね。いや、なんか分かってますね。お菓子系のこうあるの。これちょっとこの方が安いのかな。570円の辛口。これちょっと言ってください。あと何かな。讃岐うどんとか焼きそば。そうだ、微妙だ。オフの棚で生姜湯はあるかな。元の値段がわかんない。オーストラリアで買うコアラのマーチ、オーストラリアで買うコアラのマーチ160円と、海外版バーモントカレーでございます。これ後で作んなきゃいけないですね。材料いろいろ買わないと。コアラを焼くしていきます。コアラメッセージカードを作ってます。この次なんかメッセージカードですね。よくわからん。だからここを開けるとなんかついてるみたいです。このついてる。本当だ。メッセージカード。アストラのとこはトラフィー、アストラのとこは、いや、なんかこういう子供向けの面白い感じになってますね。いや、コアラのマーチなんてね、食べるのいつぶりですかね。子供の頃ね、なんか食べた記憶あり、まあ自分で大人になってからコアラのマーチ食べたことあんまない。このままですね。日本の味です。パスになりました。いや、なんかね、すごい揺れるんですよね、バスがね。道がすごいワインディングっていうのもあって、いやもうちょっとスマホとか見てらんないですね。気持ち悪くなりすぎてっていう感じでございます。はい、というわけでね、
と今日も歩いていこうかなと思います。ちょうどここね、バスのね終点みたいですね。でこのバスね、すごくいいのは30分に1本あるんですよ。この辺がすごく、今日はどんな感じで行きましょうかね。こっちのね、ディアギュリアっていうのかな、こっちもね行ってみたいんですけど、今日ここなんでね、こういう感じで行ってみましょうかね。もしくはこういうのもある。これだな、これかもしれないな。これで行こう。これでこうまっすぐ行って、立ってこう行って、でもこのピンク色のはバイクウェイなの。バイクウェイ、マウンテンバイクウェイとバイクウェイと違うね。バイクウェイに必要最低です。今日もね、このバーベキューのね台があります。これでね、一回ご飯作っつってもなんか鉄板焼きだけどね鉄板で焼くしっていう感じだけどね、鉄板使うような料理あんましないんだけどな。でね、水場がちゃんとあって、水があって火があってというか、香水ですね。で、そうですね、このクイーンズランド州はやはりちょっと香水なんですね、やっぱりね。こんな感じの道です。ね、すごく、ね、いい道ですね。しっかりと整備された。ね、これはね、大きな沢ですね。オーストラリアではね、ブッシュウォーキングっていうジャンルなんですよね。要はその山歩きじゃなくて、森歩き、林歩きそうなんですね。あんまりこう山っぽい山がないんですよね。ちょっとしたこう丘陵みたいななので、そうですね、山歩きというよりはこう林歩き、なんていうんでしょう、散策っていう感じに近いですね。はい、沢をね渡る橋がございます。にしてもね、全然雨少ないですよね。夏だからかわかんないですけど、雨少ないですね、この辺はね。僕ここ来てからちゃんとした雨の日とかって一回もないですね。いやー、暑くなってきましたね。ヘリコプターね、飛んでることはあんまないんですけどね。風が出てきて涼しくなってきました。いやー、ここ多分ね、尾根の上なんですよね。なのでちょっと風が通りやすいですね。谷っていうか沢入っていっちゃうと、ちょっとね、空気がこもっちゃいますね。そうね、確かに今「はいない」って言われたけど、確かに「ない」とかっていうのはよくオーストラリアでよくね言うことが、なんだろう、アメリカでいう「dude」とか「bro」とかそういう「bro」はちょっとあれだけど、そういうのに近いので「mate」って言うんですよね。昔はよくね、しょっちゅう「メイ」っていうのを聞いてたんですけど、最近こう来てからあんまそれを聞くことないですね。というわけで道路に出ました。ここからですね、マウントクーサ山頂っていうのかな、方に行きたいと思うんですけど、どう行くかっていうのは、この車の車道沿いに行くか、ちょっとこのアップダウンのある山道、登山道っていうか、ちょっと悩ましいところですね。どっちかな。オーストラリアといえばこういうブーニーハットっていう、あるじゃないですか。これよくかぶってる人いっぱいいたんですけど、最近ほとんど見ないですよね。
ていうか帽子をかぶってる人自体ほとんど見ないっていう。なんか日差しの強い国だから結構これが必要なんですけどね。じゃないとほんと皮膚がんとかになっちゃうんで、なんかあんま見ないんですよね。ダサいからかな。多分おじいさんとかおじさんが昔の人がかぶってる歌みたいな、そういうイメージあるんだと思うんですよね。これね、スーパーで半額で売ってたナッツバーっていうんですかね。ちょっと食べてみます。急に火が出てきた。こんな感じですかね。ごまも入ってますね。ごまとナッツ。本来ね、オーストラリアでナッツとか安いんですよね。安かった。まあ美味しいですね。風が出てすごくいい感じですね。風の感じがなんか本当9月っていうか、9月から10月本当に夏からこう秋に入ってきてる初秋って感じ、そんな感じの雰囲気ですね。でもこうやっぱ季節の感じ方としてこうオーストラリアの初秋を感じるみたいな、なかなかないですよね。でもこんな感じなんやみたいなありますね。ここが一応山頂なんですかね。サミットって書いてある。山頂っていうかなんか展望台みたいな感じですかね。思った以上に景色がすげえな。これ思った以上にすごい眺望がすげえ。街を一望できる。ここは確かにすごい眺望ですね。今日朝ねバスに乗ったダイソーの前のバス停まで乗ってました。ちょっとこのなんていうんですか、生春巻きを買ってみました。これで900円します。これ2つ1個450円。高えな。お腹空いてるからこれうまい。この蘭州、牛肉麺、尿量麺ですよ。すごい繁盛してるんで、ちょっとこれも食べてみることにしました。結構安くて、ラージサイズで16ドル、1600円なんですよ。1600円の尿量麺が安いって感覚になってる時点で、なんか俺の金銭の中でやばいけどね、ここだと安いって感じです。うまそうっす。いや、ほんとね、中国の本場の味だわ。うまい。いや、温まるね。うまいわ。太麺はね、太さがね、7種類ぐらいあって、
これはちょっと太め、ちょうど中間ぐらいの太めですね。これ全部手作りの刀剣麺みたいな、刀削麺みたいなやつなんですよね。まあうまいですね。普通に手作りの美味しい味。味はもう中国の味ですね。本場の味。量もすげえ美味しかったですね。味うまかった。めっちゃ買い物してます。チキンウィングがチキントルティーヤがね好きなんですけど、コーンはやっぱ少ないですね。フラワーばっかっす。魚があるとフィッシュタコなんかもできたりします。フィッシュタコか。それもいいな。米はね、このミディアムライスっていうのが、ミディアムグレーンライスっていうのが日本と同じ品種ですね。1キロで450円。まあまあ高い。約1万円分買いました。気づいたらそんなぐらいになっちゃいました。